バイクの寿命を縮めてしまう行為ということで、いくつか持ってきました。この行為をやっていると、バイクをね破壊もしくは故障させてしまうという破壊してしまう。もしかしたらそれはやばい。アラブラベージマキのゆうです。雨降ってまーす雨降ってきたーやばい、カメラ壊れる。でももうここまで来たら引き返せないっていうところまで来てしまってるので、わざわざ遠いパン屋さんに向かっているんですけれども、いつものことですね。パン屋2階だね。今日のテーマ、バイクの寿命を縮めてしまう行為ということで、いくつか持ってきました。この行為をやっていると、バイクをね破壊もしくは故障させてしまうという破壊してしまう。それはやばい。中古車市場のねバイクの売買データから算出した長いことね家にちゃんと持っててずっとね、40万キロ乗ってますとかいう人もしいた場合それは含まれてないんやけど、国産車の場合最長18万キロから20万キロ、こんなにも乗っている人がいるのかという。で外車とかもねいろいろ中古車市場には出てるんでね、見てみたところアプリリア、ハスクバーナー、KTM よくあるじゃないですか。このね5万キロぐらいですね。短い嘘やん。わかんないですよ。ちゃんと長いこと乗ってるから全然壊れずに市場に出てきてないっていうパターンもあるからさ。一応それはみんなが見える市場に出てきてる平均の走行距離やな。だから平均やからそれ以上長い人もおるし、売り買いのところにね出さなかったらね自分でも10万キロずっと長いこと乗ってますっていう人もいるから、そこが限界ですというわけではないですけど、基本的にそんな感じなんや。そう特に 400cc クラスではそんぐらいの走行距離でしたね。そうなんや。だからKTM とかねアプリリアとかね、ハスクバーナーその辺乗っててね、なんかオイルが漏れ出したとか KTM 昔よくあったやん。よく壊れたとか納車してすぐ異常が出たとかね、そういう言ってる人いるかもしれないですけど、普通ですね。逆に頑張っても5万キロ平均みたいなデータが出ちゃってるんで、これもちょっと壊れたかそんなもんかなぐらいの感じで思っといてもらえれば。ここからはバイクの寿命に関わらず自分の行動によって寿命を縮めてしまう可能性がある要素6選ということで、中途半端な数なんですけどね。この他にもあるかもしれんけど、1番目屋外保管ですね。これ簡単なとこから行こうと思います。屋外保管、これとても簡単ですね。屋外保管はバイクを傷めてしまう。屋根付きガレージが一番いいけど、どうしようもない場合は簡単です。バイクカバーをかぶせればよい。確かにせめてバイクカバーかぶせてあげようかなっていう。これ簡単やしすぐに対処もできるんでね、そんなややこしくないかなと思います。次が空気圧ですね。2つ目、空気圧。空気圧の点検をしないになります。空気圧って意外と点検しないっていうか、意外と見たことないよって人がね結構いると思うんですけど、我々は結構やるんですけどね。ちょっと九州でタイヤの空気が抜け出すという一件があってからちょっとやる回数を減らしてるんですけど、空気圧点検やりすぎたことによって中のパッキンがちょっとちぎれちゃって、それが空気弁を押して空気が漏れちゃったという、点検しまくったがゆえになんか変な逆になんか問題が起こったということでね、ちょっと回数を減らそうかなと思って。しすぎも良くないねんな。ちょっと前はね乗るたんびにやってたんよ。さすがにそれはやめて1ヶ月に1回とか、シーズン夏冬で絶対変わってるからね、せめて3ヶ月1ヶ月の間ぐらいで数回にしようかなっていう、減らしましたけど、空気圧点検も大事ですよっていうことで、しないとね燃費が悪くなるのとタイヤが減るっすね。それとあとはブレーキの変満も足回りに異常が出てしまうんで、結構ダメージあるな。そう足回り周辺にねそういう異常が出てくるんで結構重要ですね、空気圧点検。これもね簡単ですね。家に空気圧測るやつないよって人はスタンドにも全然あるし、確かに自分で測ってくださいみたいなとこあるから、そこでも全然測れちゃうから、ガソリン入れたついでに夏場と冬場でほんまに結構変わってるから見てみようかなって感じで。何こいつヤギ？ヤギ？ほんまよ。草食ってる。電車見ずにヤギ見てた。いやこいつの家いいな。俺ちょっと待って、めっちゃいいとこに住んでるやん。待って、めっちゃいいとこですね。俺んち並みやねんけどこれやばすぎるやろ。あいつ家めっちゃいい。俺と一緒ぐらいの家やってたあれ。あれ一人暮らし？そうやろ、一人暮らしやろあれ。で3つ目ですね、暖気運転をしない。これ3つ目暖気運転をしないを一応持ってきたんですけど、キャブ車は絶対暖気運転をしないといけないみたいな感じでなってるんですけど、最近のバイク説明書見ても暖気運転してくださいみたいなの多分書いてないと思うよ。で店でも
そういう説明受けへんと思うね。暖気運転してくださいねみたいな、なんならもう最近のバイクはいりませんよみたいな、鳴らし走行とかもいりませんよみたいな、なんかいう説明を受けることもあるかもしれないですけど、俺はいると思ってる、暖気運転は。だから入れた。でその暖気運転ってその季節によってもちゃうやん、あったかい時寒い時違うけど 1,2 分でいいよ別に。で暖気運転ってエンジンかけたまま置いとくだけと思ってるかもしれんけど、それだけが暖気運転じゃないと思ってて、1分か2分ぐらいブルブルブルって言わしとく、その後が結構重要だと思ってて、1分ぐらいエンジンかけといた後のスロー運転が重要やと思ってて、どっちかというと走り出したらゆっくり走ろうぜみたいな、それも含めて暖気やと俺は思ってて、動いてないからさ、バイクが止まってる間ってやっぱそのゴムパーツとかいろいろあるやん、タイヤも含めさ、その辺がさまだ動き出してないのに急にこう走り出すと、そういうところに良くないと思うから。確かにな。そうで、あとオイルとかもさ、止まってる間はさ回ってないからいろんなとこにこう張り付いてないわけやん。オイルって血液みたいなもんやからさ、それをこうなじます意味でもゆっくりこう走らせてあげるとか、そういうのは別になんか年式が新しいとか関係なく全てにおいて重要やと思うよな。機械としてやった。そうそう、機械として重要かなと思う。だからスロー運転、暖気運転はいるかなと思ってはいます。で4つ目がオイル交換ですね。これはもちろんですよね。オイル交換しないとバイクやっぱぶっ壊れるんで、オイル交換もさ最近のバイク結構距離長くなってるんよね。そうなんや。みたい。なんか長い距離交換しなくてもいいみたいな。俺はバイク全部一式で3000キロだと思ってたから最近は長いみたい。なんかそうなんや。うちのバイクも車も3000キロで変えてるんですけど、その距離で変えるっていうのもあんまり微妙なところがあって、3000キロ走るのになんか 2,3 年かかりましたやったら、その間ずっとオイル交換せへんことになっちゃうから、やっぱ期間も重要みたいな。ここちゃんもしかしてなんかここでそこしかないもんな。けど駐車場ってどこなんやろ。P って書いてある。ここなんかな。P って書いてある。パン屋さん着きました。メロンパンが美味しいらしいのでメロンパンを買いに行きます。メロンパンも美味しい。しかもなぜか和風というここめっちゃいいランチも食べれるんですよ。そうなんや。だからこんなになんか壁元旅館やねんな。ちょっと店っぽい感じになってんな。それでなんか店舗じゃなくて店主もさ、外国でお菓子作りの勉強した方らしくてめっちゃ美味しいねんて。建物すごいなこれ。入り口のなんか門画面みたいなすごいで。元旅館らしいから。城みたいになってる。オイル交換どうなった？オイル交換の話途中だったんでね、オイル交換の話を全部しておくと、期間も見て交換した方がいいですよねって話ですね。愛した期間を見て変えた方がいい。走行距離じゃなくてね。いや距離もね、どっちが先に来るかですよね。どっちも見ながらいいタイミングで変えた方がいいってことですね。そうで、そこは確かにな、難しいよな。悩みどころではある。乗り方とかにもよるしさ、めっちゃ短い距離だけ乗る人とかさ、そういうパターンもあるから、なんかオイル減るのが普通やけど増える人もおるみたいだからな。増える人もいるなんかオイルだからたまにオイルのレベルを見た方がいいという。そうなんや。なんかめっちゃ短い距離ばっかり乗ってたら、そのエンジン温まる前にその中に水蒸気が発生して、その水がどんどん積み重なっていってオイルの中に怖いなそれ。混ざってオイルが増えるという。そうなんや。そういう現象になるとそれも良くないから、確かにそういうの乗ってたら変えた方がいいみたいな。そういうこともあるんでね、オイル量、期間、距離全てを総合的に判断して、オイル交換もした方がいいということですね。はい、オイル交換の話一旦終わりなんで、本買いに行く。ちょっと注目。ランページモンキーのオリジナルブロマイドがミニストッププリント、ローソンプリントで販売してるよ。ランダム全6種、シークレット1種、さらにそれぞれ限定ブロマイドもあるよ。ぜひコンプリートしてね。買ってきましたと。クロワッサン、名物メロンパン、そしてあんバターフランス、そして忘れた、こちらアップルパイです。これだけベタベタするから箱に入れますって開けられへん。5個目はちょっと知識ある人が危ないかもしれんみたいな。
そうなん？逆に、クラッチのワイヤー調整したろうみたいな。ちょっとクラッチのワイヤー違うな、もうちょっと近くしたいなとか遠くしたいなとか、なんかそういうのでワイヤーちょっとクラッチ調整したろうかなみたいな、あるかもしれないですけど、それはあんま良くないかもしれないですよっていう。でもたまにあるよな、自分で。そう、よく聞くよな、なんか、近い方がいいわとか言って、でもあれがね、良くないらしくてですね、俺はそのクラッチ系ブレーキ系は怖いから、タイヤとかも怖いから触らないんですけど、足回りつながるやつは、吹っ飛んでいったら怖いし、ブレーキも効かんくなったら怖いやん。心配やもんな。そうだからそういうとこはもう触らないようにはしてるんですけど、クラッチのワイヤーに関しては調整するタイミングっていうのは、もちろんプロの人がやるっていうのも大事だし、クラッチが伸びてきちゃったとか古くなって摩耗してきちゃったから、元々の正しいあるべきところじゃなくなったから調整するっていうのがクラッチの正しい調整なんですよね。だからクラッチがもう使ってたらやっぱビヨンビヨンになってくるね、やっぱりワイヤー引っ張ったり離したりしてるから、それでちょっと調整しないといけないところになってきたから調整するという、あくまで自分がこの辺がいいから調整するっていうのをやっていると、それもそれでプロがねちゃんと適切な範囲でやってくれたらいいですけどね、変にこんぐらいがいいなーっていう感じでやっちゃうと常に半クラ状態になっちゃったりするっていうことがあるんですよね。だからクラッチの調整に関しては手とか自分の好みに合わせるんじゃなくて、バイクに合わせてあげるということが大事だっていうことですね。でラストはね、これ簡単なようでもしかしたら難しいかもしれない。6個目、バイクに乗らない。それはバイクに乗らないことがやっぱり意外とバイクを傷めがち。これは我々に当てはまることですね、多分ね。我々シーズンライダーなんで、やっぱ冬場とか夏場とか乗らないじゃないですか、2ヶ月とか、あんま良くないみたいですね。定期的に機械って使うのがいいもんな。そうで、それ結構それも聞いてたら、定期的にって週1とか週2とかかなと思ってたら、結構毎日がいいみたいですね。毎日じゃないとあかんのか。いや、あかんわけじゃないよ。週5ぐらいがいいみたいな。週5ぐらい乗ってあげるのがバイク健康的にはいいかなっていう話でしたね。だから一番健康にいいのはやっぱ短く切りすぎるとエンジンが温まる前に切っちゃうんで良くないから、通勤でやっぱ20分ぐらい毎日乗る人一番バイク健康にいいと思われますね。それがバイクもしっかり温まるし、週5ぐらい通勤で乗ってるから、ほぼほぼ毎日乗ってるしみたいな。もちろんね、それでオイル交換全くしないとかやとやばいんで、距離はどんどん増えていくのにオイル交換しないとかなると壊れちゃうから、もちろん他のねところも重要なんですけど、乗るか乗らないかでいうとそんぐらい週5、毎日20分ぐらい続きに乗ってますみたいな人が意外と走行距離が伸びて寿命が長くなってるっていうパターンが多いみたいですね。以上、6個挙げてみたんですけどね、我々もね全部できてるかって言ったらできてないこともね多々あるんでね、ちょっと難しいですけどね、少しでも愛車と長く付き合っていこうと思うのであれば、こういうとこも気をつけていったら、もしかしたらバイク国産車ならね20万キロ達成するかもしれない。国産車なら国産車なら条件、国産車なら達成するかもしれない。日本車なら、いや分かんないですよ。多分あると思う、会社にも行くやつ、ただ実例があんまりないから分からんだけで、すげえもう20年じゃ20万キロぐらい乗ってるドゥカティとかあるかもしれんし、そこは分かんないですけどね。平均的に見て多いのは国産車やったってだけの話なんでね。という感じでね、あとこれ6個今回ね上げたんですけど、他にはいっぱいあると思うんでね、自分はこういうとこ気をつけてるよとかありましたらですね、コメント欄の方でね教えていただければ参考になるかなと思います。ということで本日のランページモンキーは、パンを買いに行きながらバイクの寿命を少しでも長くする方法を語ってみました。以上、ランページモンキーでした。めちゃくちゃ幻想的な朝ごはんみたいになってる。一番食レポができる人を呼んでるんです、今日はね。来てくれた。どうですか、メロンパンの感想は？そうですね、香ばしくてとても良かったと思いますよ。香ばしくてすごく良かったと思いますよ。どうやった？どう？メロンパンの感想、メロンパンの感想を聞いてるんです。どうですか、メロンパンの感想。分かってるやん。どう？食べてもらえるのに聞かれても困るって言ってる。困ってる？